グスタフ・カールは先行のハサウェイやガンダムユニコーンなど宇宙世紀シリーズに登場する連邦の量産機です。初出は小説版先行のハサウェイですが、デザインが何度も修正されているため、現在の姿とオリジナルデザインはかなりかけ離れたものとなっています。今回はそんなグスタフ・カールについて解説させていただきます。まず初出である小説版先行のハサウェイにおけるグスタフ・カールは、同作のメカニックデザインを担当した森木康弘氏によってデザインされました。この小説版グスタフ・カールは森木版とも呼ばれており、ジェガンをベースにしつつも V 字アンテナをはじめクシーガンダムやペーネロペーの要素を取り入れたヒロイックなスタイルが特徴となっています。その後2000年に発売されたゲーム SD ガンダム G ジェネレーション F で登場した際、クシーやペーネロペーとともに藤田和美氏によってリデザインが行われたのですが、機体がかなりマッシブになり、より量産機らしい見た目へと変更されました。そのため剣部に装着されたフレキシブルアームを介して接続するシールド以外はほぼ別物の機体となっています。ただその後の作品にグスタフ・カールが登場する際は本デザインをベースにしているため、こちらの方が馴染みがある方も多いかもしれません。そして2001年に発売されたムック本ガンダムウェポンズニュージェネレーション編では新たにドーラカールが設定されます。ドーラカールの見た目はアンテナの位置と形状くらいでほぼ変化はありませんが、本誌によると左側頭部バルカン砲の後方に細いアンテナを装着したのが一般機であるドーラカール。額に太く左側が短い V 字アンテナを装着しているのが指揮官機のグスタフ・カールと区別されており、グスタフ・カールの方が通信機能が強化されていると言及されていました。ちなみに理由は定かではありませんが、 G ゼネシリーズでは F からオーバーワールドまでドーラカールの頭部デザインをした機体がグスタフ・カールとして扱われており、ジェネシスでは頭部が指揮官機の仕様となった機体がグスタフ・カールとして登場しています。さらに2006年に発売された書籍ガンダム MS グラフィカでは文字だけですが、グスタフ・カールには軽装型と重装型という仕様違いが存在するという設定が新たに追加されました。なお書籍週刊ガンダムパーフェクトファイルによると、軽装型は森木氏がデザインした初出のヒロイックな姿を指していて、重装型は G ジェネ F でリデザインされた姿を指していると思われます。このようにデザイン変化が激しいグスタフ・カールはジェガンをベースに改良発展させて開発された連邦の量産モビルスーツで、特に重力下での運用を重視して設計されました。ジェガン由来の汎用性の高さを維持しながらも、機体の大型化と重装降下をコンセプトに開発されているため、連邦系モビルスーツとしては珍しく、かなりマッシブな見た目となっています。また大出力のジェネレーターが搭載されているほか、全部で11機のスラスターを搭載し、両肩とスカートに大型の姿勢制御用バーニアを設置しているので、見た目に反して非常に高い機動性と運動性を誇ります。武装としてはジェガンと同型のビームライフルにビームサーベル、左前腕部にグレネードランチャー、そして頭部左側に一門のバルカン砲を搭載。このように固定兵装は極力排除した武装構成となっています。これにより重装降下による重量の増加を抑えつつも、高い運用性とメンテナンス性を獲得しました。そのため高い対応力と汎用性を持つ量産機として理想的な機体に仕上がりましたが、コストが比較的高価になってしまったため、生産数は少数にとどまっているようです。また宇宙世紀王100以降はジオンの自治権が消滅したこともあり、連邦の外敵がいなくなっていたので軍縮の流れが進んでいました。こういった事情もあってか、グスタフ・カールは治安維持部隊など戦力が必要となる場所に優先して配備されたようです。そんなグスタフ・カールは先行のハサウェイにおける活躍が印象的ですが、本作より9年前の時代を描いたアニメガンダムユニコーンでも登場しています。それがグスタフ・カール先行配備機です。本仕様はガトキハジメ氏によってリデザインされており、頭部バルカンが2門になっていること、シールドが剣部ではなくバックパックからアームを介して接続されていること、カラーリングがグレーを基調にしていることなどわずかな違いはありますが、大まかなデザインはいわゆる重装型仕様とほぼ変わりません。ただ頭部のデザインはいわゆる指揮官機仕様となっていました。そのため先行配備機の時点では
一般機と指揮官機の違いはなかったものの、本格的な量産に伴い、一般機であるドーラカールと指揮官機グスタフカールとの差別化が行われていったと考えられます。なお、後に劇場版先行のハサウェイで正式に量産仕様となった機体が登場したことを受け、先行配備機は13型、映画ハサウェイ版は00型と区別されています。グスタフカール13型が登場した宇宙世紀0096には、ジェガン系列の量産機として、グスタフカールの他にジェスタが存在していました。しかし、ジェスタは RX0 の随伴機という用途で開発されていたため、性能は高いものの、ピーキーで乗り手を選ぶ機体でした。そのため、ハイエンド機であるジェスタとは別に、新型の量産機として、グスタフカールの開発が進められており、作中では、シャイアン基地に2機が先行配備されていました。しかし、基地捜索のため吸収したロンドベル隊のジェスタに奇襲され、手も足も出ず、右腕を切断されてしまい、性能とパイロットの腕の違いを見せつけられています。また、13型は、ガンダムユニコーンから1年後を描いた、劇場版ガンダムナラティブにも登場しました。こちらでは正式に実戦配備されているようで、ジェガン D 型護衛隊使用とともに、移送されるマーサビストカーバインの護衛部隊に配備されていました。武装としては、ジェガン D 型と同じ 90mm ショートマシンガンを装備しており、携行火器を選ばない汎用性の高さが伺えます。しかし、マーサを狙う、ルオ商会の私兵部隊がカルディジェの前に、なすすべもなく撃破されてしまいました。そして、劇場版先行のハサウェイでは、量産仕様として、FD0300 グスタフカール00型が登場しました。こちらのデザインもガトキはじめ氏によってリファインされており、カラーリングが濃淡のブルーに変更されるなど、より G-JNF 版を意識したデザイン変更が行われています。なお、頭部デザインはドーラカールのものを踏襲しており、メカニカルスーパーバイザーである玄間信彦氏も、本機がドーラカールに分類されると説明されていました。ちなみに、指揮官機であるグスタフカールが登場せず、一般機であるドーラカールしか登場しない理由としては、レーン隊の隊長、レーンゲイムがペーネロペーに登場しているため、指揮官機であるグスタフカールの出番がないから、ということが、書籍、先行のハサウェイ、メカニック&ワールド2022で語られています。なお、グレートメカニック G2021 オータムによると、当初は小説版に寄せたデザインにしようとしていたようですが、最終的に現在のデザインになったようです。劇場版のクシーとペーネロペーが小説よりデザインなのに、なぜグスタフカールだけ G-JENE よりデザインになったのか、理由はよくわかりません。そんな劇場版グスタフカールのデザインは G-JENF 版を踏襲していますが、13型からアップデートされたことも考慮し、シールドの接続方法は13型と同じくバックパックからのアーム方式が採用されています。一方で、頭部バルカンは頭部左側のみ、グレネードランチャーも左前腕部のみと、武装に関しては G-JENF 版の設定に準拠するなど、細かい変更がされていました。また、00型のオリジナル設定として、バックパック右側に武器をマウントするウェポンラックが増設されており、携行できる武器が増えたため、継戦能力も向上しています。また、量産仕様になる過程で、フレーム構造をはじめとして全面的に改良が加えられており、13型に比べると性能が向上しているようです。武装としては G-JENF 版のものに加え、新たにスタークジェガンのものと同型のバズーカが追加されています。劇中ではその性能の高さでマフティの主力機であるメッサーとも互角以上に渡り合っていました。またメッサーに至近距離でバルカン砲を撃ち込まれても装甲で弾き返しており、重装甲ということが伝わるようになっています。なお、書籍先行のハサウェイメカニック&ワールド2022によると、ある程度の自由落下飛行は可能とされていて、作中でも高い推力を生かしてメッサーと空中戦を行っていました。しかしミノフスキーフライト搭載機のクシーやペーネロペーには追随できず、サブフライトシステムを破壊された後は小島に着陸しています。次に劇場公開に合わせて連載が始まった漫画版先行のハサウェイに登場するグスタフカールについてです。こちらは主に小説版が踏襲されているので、全体的に細身なプロポーションで、シールドのフレキシブルアームもバックパックではなく剣部に装着されるなど、小説版設定に準拠しています。またどのシーンに登場する機体も
頭部に V 字アンテナがついていることから、量産機と指揮官機の区別はなく、すべてドーラカールではなく、グスタフカールに該当すると思われます。ただし、本作では、脚部の重装甲は、脱着式の追加装甲として設定されており、この装甲の有無で、重装型と軽装型が区別されるようになっています。追加装甲を装着すると、機動力は低下するものの戦闘継続時間が伸びるというメリットがあるので、拠点防衛には適した仕様なのかもしれません。しかし、当初キンバレーが基地司令だった頃は、重装型で、マフティー軍の迎撃に当たるも、重たいドレスを着込んで遅いんだよ。と、ゴルフから煽られていました。ケネス赴任後は、たるんだ指揮の引き締めと今後の広域任務を見越して軽装仕様に換装されています。もしかすると、第2部、キル系の魔女でも、劇場版グスタフカール軽装型が登場するかもしれません。こうして、連邦の高性能量産地として活躍したグスタフカールですが、アニメ作品では、先行のハサウェイ以降の時系列には登場していません。しかし、後年を描いた漫画版では、たびたびその姿が確認できます。まず、漫画ガンダム F90 ファステストフォーミュラでは、ニューヤークのキャッツキルにおける F90 の稼働テストで、両機として3機が登場。全体的なデザインはゲーム版を踏襲していますが、頭部のデザインは、左側が短い V 字アンテナであるため、前期指揮官仕様のグスタフカール、もしくは先行配備されていた13型を運用していると考えられます。ただ、場面によっては、左側のアンテナが長い機体も登場しており、このアンテナ形状の違いで、一般機と指揮官機を区別しているのかもしれません。また、機動戦士クロスボーンガンダムラブ&ピース第1編では、宇宙世紀王103を舞台に、G ジェネ版グスタフカールをアレンジしたようなデザインの機体が登場。頭部は、ドーラカールの設定を踏襲しているものの、シールドは、ジェガンと同型のものを腕部に装着しているなど、他のどの媒体とも異なるオリジナルのデザインが採用されています。ということで以上、グスタフカールについてでした。小説版のヒロイックなデザインを初出として、G ジェネ F でマッシブになり、そこからデザインによって指揮官仕様のグスタフカールと量産仕様の2種類を定義。さらに、2つの体型を重装型と軽装型と定義。こうして、設定のベースが出来上がってからは、ガンダムユニコーンやガンダムナラティブで先行配備機の13型が登場。そのデザインをベースに劇場版先行のハサウェイで00型が登場。ただし、頭部は V 字アンテナなしなのでドーラカール準拠。そして、漫画版先行のハサウェイでは、ストーリーと合わせて小説版準拠のデザインでありながらも、軽装型と重装型の2種が存在するという設定を盛り込んだ機体として登場。このように、非常に複雑な変異を遂げている機体となっています。第2部、キル系の魔女では、第1部と異なり、機敏に動く姿が見れるかもしれないので、楽しみにしたいですね。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せしますので、良ければもう一本動画を見ていただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。